よいしょ、かんでことでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょー、鳥貝っていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。鳥貝っていうことでね、今日市場で買ってきましたよ。しかも、たっぷりと。これが6キロ入ってまして、22,000円でしたね。鳥貝は春の訪れを鳥貝は春の訪れ、言えねえ、訪れが言えねえ。何これ。もう、滑舌誰か交換して。鳥貝は春の訪れを告げる。そんな回ですよね。で、今年少ないらしいですね。で、サイズも今日はちょっと小ぶりのやつを買ってきました。大きいやつもあったんですけど、今日はあえて小ぶりを買ってきました。握りにするんだったら、ちょっとこのサイズは小さいんですけど、今日はこちらを丼にして書き込んでいきたいなと思ってますんで、あえてこのぐらいのサイズを買ってきました。というわけで今日はこちらの鳥貝を使って、鳥貝の丼作っていきたいと思います。めちゃくちゃうまいよ、この時期の鳥貝は。じゃあまずこちら、殻を剥いていきましょうか。6キロだでね。だいぶあります。うわ。でもちょこちょこね、こうやってサイズのいいのも入ってますね。で、この鳥貝っていう貝は、貝殻がものすごく柔らかいです。ちょっとの衝撃で簡単に割れちゃいます。僕のデコピンぐらいだったら、ほら、簡単に貫通しちゃいますからね。で、この鳥貝ってなんで鳥貝っていうかというと、この剥き身にした時の、この身の形を見てください。なんかこの鳥のくちばしというか、なんか鳥っぽくないですか？白鳥というか、なんというか。この形が鳥っぽいので、鳥貝と呼ばれております。で、この鳥貝、僕今、手で剥きましたよね。これ、貝剥き器使わないんですよ。貝殻をこうやって、カコッとずらすんですよ。もうずらしたり、こんだけ割れてたら、こうやってバリバリ剥いていけば、簡単に片貝剥けてしまいます。でも、ちょっとこの貝殻がものすごく鋭利なんで、手だけは気をつけてください。軍手とかした方がいいと思います。まずこういう風に片貝外していきます。今日はどうしような、20個ぐらい食べようかな。こういう風に割れてないやつ見つけました。こういう場合は、まず、こう、親指で、こっち側に押すんです。いきますよ。こうすると、貝殻がずれました。そしたらあとはもうパカッと開くだけ。簡単に下ろせます。いきますよ。ずらして、剥く。ずらして、で、割れちゃったら、割れたところを、殻を取ると。ちょっとこの貝柱がね、強くついてるんですけど、貝柱だけこうやって外しちゃえば、何の問題もありません。もうノンストレス。もう気持ちいいぐらい。どんどん剥いていきます。で、この貝、また後でわかりますけど、この段階は仕込むの楽なんですよ。赤貝とかハマグリとかそういうのに比べたらね。ただ、この今からの作業、これが大変なんですよね。それがわかりますので、ちょっと待っとってください。すぐ剥きますので。はい、このように片貝取れましたら、次はここ、鳥の部分ですね。これを手でちぎって取ります。それと同時にこのエラですね。エラと、この貝紐の部分、これも外しちゃいます。で、完璧にこの殻も外して、この玉の状態、この状態にします。で、この時に手袋をしてやった方がいいです。なんでかというと、鳥貝のこの黒い部分、ここってすごく取れやすいんですよ。指紋で擦るだけで取れちゃうぐらい。そのぐらい取れやすいんですね。で、これ取れたからといって別に問題はないんですよ。ぶっちゃけ。この黒い部分に特に旨味が詰まってるとか、そういうわけじゃないんです。で、なんで黒い部分が取れちゃダメかと言いますと、見栄えです。この黒い部分が取れてしまうと、なんかね、しずる感がなくなるというか、なんか古く見えるんですよね。この白と黒のグラデーション、これが鳥貝の美しさなんですよ。なので美しさを損なわないために、こうやってこの黒いところは保護しながら調理をしていく必要があります。これがね、鳥貝のこの調理の難しさですよね。でも慣れればね、結構早いですよ。この貝剥きを使わないのと、この玉の状態にするまでに包丁を一切使わなくてもいけるっていうのがかなりでかいですね。で、今日ちっちゃい鳥貝ですけど、大きくても一緒です、基本的には。もちろん貝剥き器でやってもいいと思います。貝柱ちょっと硬いのでね。結構貝柱はしっかりしてるんですよ。なんですけど、手でやると、仕事が早いですよという感じですね。じゃあどんどん剥いていきます。はい、ではこのように全部剥き終わりました。そしたらこちらを今から開いていきます。で、開くときなんですけど、こういうザラザラしたまな板の上で開いてしまうと、黒が取れてしまいます。でも今日鮮度めっちゃいいんで、このぐらいの鮮度だったら、取れにくいとは思うんですけど、ちょっとやってみますね。あまりこの黒いのを動かさずに。で、こう開くと、こうやって内臓が出てきます。で、内臓はしごき取ります。
どうだ。あ、でもやっぱりちょっと、こう、ね、剥がれちゃいますよね。なので、こういうプラスチックの板とか、あとガラスの板の上でやると、ちょっとやりにくいんですけど、よいしょ。開いて内臓をしごき取ると。こういう感じに綺麗に真っ黒のまま下ろすことができます。プラスチックの板とかガラス板なんてご自宅ないじゃないですか。そういう場合は、こうちっちゃいまな板にラップをぐるっと巻く。20ぐらいにするといいですね。できるだけピーンとしてあげる。ピーンと。で、これでさばいていきます。で、さばくときは、とんがった方と逆側、この山なりの方ですね。こっちから包丁を入れていきます。こっちから入れちゃうと変な形になっちゃいますし、開きにくいのもありますので、こっちからですね、この背中の方っていうんですか、鳥の形のこの背中の方、ここから包丁を入れていきます。はい。でくちばしもこうやって綺麗に先端まで。で、完璧に落としません。こういう風に開きます。で、内臓を取ると。はい。よく見る形になりましたよね。ちょっとやっぱちっちゃいですね。お寿司にするには小さい。けど、丼にするんだったら一口サイズでとても美味しいサイズ感だと思います。で、このサイズだから美味しい調理法もう一個あるんですよ。それが、このむき身のまま、内臓が入ったまま湯がくんです。で、この内臓が入ったまま、その茹でた鶏貝を食べるっていう調理法があるんですよ。それを僕らの方の地域では、トンボとか、ドンボとか言うんですけど、鶏貝の身の甘みだけじゃなくて、この肝のクリーミーさ、この濃厚さも相まって、めちゃくちゃうまい。ほんと酒飲みのあてです。で、このね、ドンボはあんまり大きすぎる鶏貝でやると、美味しくねえんすよ。美味しくねえことはないんですけど、なんかちょっと気持ち悪いんですよね。この肝が入りすぎちゃってて。で、このぐらいの大きさの鶏貝で作るトンボが最高。僕は大好き。なんで今日ドンボもこれ作っていきますね。5個ぐらいドンボ作ります。というわけでじゃあ一生懸命さばいていきますね。本当に気まぐれブルーは万能ですね。こういう細かい作業もやりやすい。これ今職人さんが一つ一つ丁寧に今作ってくれてますんで、購入してくださった方、もうしばらくお待ちください。本当に大量生産ができない一本なので、本当にね、価値のある一本なので、ぜひ届いた際には大事に使ってあげてください。そしたら次は、丼の下のお米ですね。今日は酢飯でいきたいと思いますので、酢飯に使う寿司酢を作っていきたいと思います。今日は、この富士酢のプレミアムと、あとカボス、これの半々でいきます。柑橘が香る酢飯でいきたいなと。で、大体分量なんですけど、米1合に対して、寿司酢30ミリですね。なので、まずカボスを絞ります。木カボスですね。はい、20ぐらい入りました。40ぐらい作っちゃいますか。はい。こんな感じ。そしたらここにお塩を一つまみ。今日は砂糖入れません。塩砂利でいきます。はい、これで寿司酢の完成。うまっ。かぼすが黄色く熟してるんで、酸味の中に甘みもあるんですよね。なので砂糖入れなくてちょうどいいですね。そしたら炊きたてのお米に、寿司酢をさーっと切っていきます。いい香り。そしたらここにガリですね。ガリを刻んで、ガリも合わせます。うわー、これはうまいわ。きましたね。はい、OK、飯の完成。そしたら沸騰したお湯にお塩少し。で、色止めでお酢を少し。そしたらこちらの鶏貝をさっとお湯に通します。生で食べてもうまいんですけど、さっと火通すと甘みがより出ますんでね。僕はレアも好きですけど、ちょっと火通した方が好き。そしたらこうやって穴開きお玉に黒い方を上にして並べていきます。黒い方を下にしちゃうとお玉のザラザラで黒がなくなっちゃいますんでね。じゃあいきます。もうほんと、もう秒です。1、2、これで OK。もう表面のヌルヌルにちょっと火が入るかな程度で OK ですね。1、2、1、2、1、2、
で、鳥貝ってすごいのが、この開かれた状態でもまだ生きてるんですよ。パチンとすると、ほら、キューッとなりますよね。こう叩くと、キュッと締まって、歯応えが増してうまい。なんでちょっとお互いお寿司屋さんとかで鳥貝が出てくると、握った後にパーンとしてくれて、こう、ニューってなるパフォーマンスがありますね。これね、鳥貝2秒ぐらいだったら、お湯に入れてもまだ生きてるんですよね。すごい生命力ですよね。はい、そしたら丼も茹でていきます。これは 1、2分湯がきます。はい、そしたら湯がき終わった鳥貝を最終的に掃除ですね。この裏側に内臓がついてたら、これをこうやってペーパーでふきふきと取ります。この時に黒いところあんまりギュッと持たないように、ちょっと黒いとこ持っちゃったら黒がついちゃいましたよね。で、こういう風に置いておきます。こうやってどんどんと掃除していきます。このぐらいの大きさだったら握りにもできそうですね。せっかく今日ちょっと変わったシャリもあるんで、握りも作りますか。はい、こちらも茹で上がりました。うまそう。プリンプリンです。はい、このようにおろし終わりました。ではまずはわさびをすってご飯を敷き詰めます。ガリご飯。そしたらこちらに鶏貝を並べていきます。はい、これで鶏貝丼の完成。次、握りいきましょうか。2貫ほど握っていきます。貝類ってめちゃくちゃ難しいんですよ。この貝と米が絶妙にマッチしないんですよね。で、ここでパーンと叩くと、キュッと、こういう感じ。こう湯がいてもね、こうやって生きてるんですよ。こいつやる気なかったな。ここで食べちゃいましょうか。お醤油をちょんちょんと。では、いただきます。春だね。そしたら汁物が欲しいです。ハマグリの出汁と鰹節のみです。で、そこにハマグリ。ちょこっとネギ入れます。で、吸い口は今日は柚子でいきます。はい、これでハマグリのお椀の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よーし、じゃあ食べていこう。こちらが鶏貝丼。そして、ハマグリのお吸い物。今日はもうドシンプルでいきました。そして今日面白いもん買ってきたんですよ。これね、珍しいんですよ。超珍味。串アサリ。アサリの干物ですね。今の時期の身がパンパンのアサリを一つずつ生剥きして、串に刺して干したものです。これめちゃくちゃうまいの。とんでもなく酒が進む一品です。本当にこれ今の時期しか出回らない珍味中の珍味。珍味といってもアサリなので癖はないです。本当に美味しい。これ後で焼いて食べましょう。で、渡りガニは僕が好きなんで、なんとなく買いました。渡りガニ剥いていきます。せーの。はい。編集の力って偉大だね。これは要するに、アサリの干物ってとこですね。これです。で、これを焼いていくと。これちょっと串ごと焼いちゃうとね、串燃えちゃうんで、取っちゃいますか。こういう風に。よいしょ。よいしょ。よいしょ。じっくり焼いていきます。では、そしたら、今日のメインですね。こちらの鶏貝丼いただきましょう。そしたらここにお醤油をかけて OK で、こちら鶏貝たっぷりですからね。そしたらわさびをちょっとつけて豪快に2枚漬けでここら辺をいただきます。うわ、うめえ。この鶏貝の甘みと柑橘漂う自然な甘さの酢飯がよく合う。でもガリを細かくして入れたことでこのシャキシャキ感も相まってすごく食感も楽しい。冷凍物の鶏貝とはまるで違う。
このスーパーに一年中出回ってる鳥貝っていうのは、この時期に取れた鳥貝をこうやって開いて冷凍したものが出回るんですよ。鳥貝は冷凍しても味落ちにくいとはいえども、やっぱり生のものと冷凍のものでは雲泥の差があります。ちょこっとだけ火が通ったこのレアっぽい鳥貝。これはうまいわ。うまっ。これは貝好きの人にはたまらない一品ですね。うまい。渡りもいただこう。すごい内子が入ってた。いつもこのぐらいのメスは僕ケジャンばっかりするんですけど、たまには茹でて食べたいなと思って買ってきました。いただきます。うまいな。渡り貝にはちょっとお値段はしますけど、それ相応の味はあるな。やばい、鳥貝丼うますぎる。くそ、この言葉をまた言う時が来たか。僕これ出してくれるお店があったら1時間半かけても通います。出た、よく言うやつ。僕がこれ言うときはマジでうまいやつです。ただこれ原価がめちゃくちゃ高いです。これ1枚多分100円から150円ぐらいすると思うんで、原価はものすごい高いです。お店で食べたらいくらなんだろうっていう、そんな丼ですね。 YouTube だからこそこうできるっていう企画ですよね。次このトンボいただきましょうか。まあ内臓が入ったまま湯がきました。大葉とくるんでいただきます。これね、相当うまいです。こんな声になっちゃうぐらいうまい。カニ味噌とか好きな人は絶対好きです。これはね、お酒進むやつ。うわ、うまっ。おいしい。ちょっと砂っぽくないのって思うじゃないですか。砂入ってないんですよ。内臓なんですよ。砂袋は入ってないんです。この中に。この噛んだ瞬間にこっからプチッとこう甘い内臓が飛び出るんですよ、口の中に。最高。これほんでちょっとこう炙ってもうまいんですよ。ハマグリうまっ。そしたら次はあさりちゃんいただきましょうか。ではここら辺をいただきます。うわー、うまっ。うまみこの紐とベラのところ、ここは歯ごたえがあります。例えて言うならホタテの紐のような、噛めば噛むほどじゅわっじゅわうまみが出てきます。でこのお腹のところはもうクリームです。噛んだ途端にカスタードクリームのような濃厚なアサリのうまみがたっぷり詰まった内臓がブシャッ、口の中一体に広がります。本当に美味しいね。でこれすごく手間かかるんですよ。綺麗に一個一個剥いて水管から通して干さないかんのでね。で大きいやつをより抜いて作ってるんで、もう本当に希少。ぜひ食べてみてほしい。これ見つけた際は。これ1本で400円ぐらいでした。でトンボもこうやって火で炙ってると表面がカリッとしてきて、この中の余計な水分が下に落ちてってくれるんですよね。なんでより旨味が濃厚になるって感じ。これがうまい。最高ですよ。いただきます。うわ、うまっ。はい、ということで今日はこちらの鳥貝丼ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、銀色のやつ。鳥貝にはこれよ。僕はお寿司屋さんでも毎回最初のドリンクは銀色のやつです。よし。はい、こちら7対3ですね。いただきます。春っていいね。そうじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は今が旬の鳥貝を使って鳥貝たっぷりの鳥貝丼を作って食べてみましたけども、とっても美味しくできました。本当にうまい貝。俺赤貝と並ぶぐらいお寿司のネタで好きなんですよね、鳥貝って。赤貝とかミル貝より癖は少なめの甘み強めの美味しい貝ですよね。今日見てもらって分かったと思うんですけど、すごく手間のかかる貝です。今年はね漁獲量がほんと少ないみたいです。買ったところの魚屋さんから聞いたんですけど、今日でね船1隻でだいたい10キロぐらいしか取れなかったんですって。仕事にならないんですよね、10キロじゃ。キロ3600円で買ったんで3万6000円ですから、ガソリン代で終わっちゃいますよね。本当に漁師さんには感謝。そして海の恵みに感謝。今またリバイ貝がとっても美味しい時期なんで、ハマグリ、アサリ、青柳やホッキ貝また動画にしていきたいと思います。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。